こんにちは、阿部義俊です。先日奥さんと一緒に上野の美術館に、モネ展を見に行きました。久しぶりにモネを見に行って、印象派ですごく一般受けする絵というような、特に日本では分かりやすくて人気みたいな感じに見られているんじゃないかなと思うんですけど、実際そうなんだろうと思うんですけど、個人的にはモネは割と好きな画家で、特にいいところは画集とかパソコンのモニター上とかで見るんじゃなくて、その現物を見た時に画集で見た時よりも圧倒的にいい絵で、最初に見たのいつだったかな、多分学生の頃じゃないかと思うんだけど、現物を見た時にすごく今まで画集で見ていたのと実物としてのその絵の力が全然違っていて、ですごく感動した記憶があって、なのでその日本に久しぶりに来てちょうどいい機会だったんで、見に行って、でやはり良かったなと思って、帰ってきました。モネのいいところっていうか、そのモネの見方があって、適切な距離で見ないと全然良さの分かんない絵なんですよ。あんまり行ってる人を見ないので知っておくといいんじゃないかなと。まだ展示やってるんで、もしこれから行く人は是非その適切な距離で、見るっていうことを意識して見るといいんじゃないかなと思います。絵によっても違うし、多分自分の視力によっても違うと思うんですけど、3メートルから5メートルぐらいの、間の距離でトリックアウトみたいに今までぼやっとして、あるいはその筆跡が目立ちすぎてなんかパッとしない絵だな、これ本当にいい絵なのかなって思うようなその見え方をするところから、そのある適切な距離に入った時に突然立体的にものすごく奥行き感のある、空間感のある画面に、画面がガラッと印象が変わるんですよね。それを知らないでみんな白線が引いてあって、そのギリギリ手前に行ってじーっとちょっと乗り出すようにして見ていて、もちろんそういうふうに見てその絵の具の筆跡みたいなものを楽しむみたいなのも当然見方としてはあると思うんで全然いいんですけど、そういう見方をしつつちょっと下がっていった時に他の人とぶつからないように気をつけて下がってほしいですけど、下がっていった時にある距離に行った時に突然バッと見え方が良くなるんですよ。でそれはもし見に行く機会のある人は画集とかでは全然わからないことなんで、ぜひやってみてほしいです。具体的に言うと特に水面なんですけど、あんまり凹凸のないその薄い塗り方で垂直に、例えば木とか建物とかそういうものが水に映り込んでいる状況みたいなものを割と薄塗りの塗り方で水面の反射している状況を描いておいて、その上に今度空の反射というか、この水面の、水平の面を割と絵の具をモリモリに盛った感じで部分部分描いているんですよ。でそれが近くで見た時にはすごい粗い筆跡なんでピシッと水面に見えてこなくて、もさもさとしちゃって空間的に見えてこないんですよね。なんで近くで見た時に筆跡がすごく目立つ、パッと物の形が見えてこない、見方によっては雑に見えちゃうような荒っぽい画面であんまりパッとしないんですよ。特にコントラストの淡い絵とかで、よくあるそのメリハリがなさすぎてどこを見せたいのかが分かってこないようなぼやっとした絵とかも結構あって、でそれが僕は画集で見た時にはこれどこがいいんだろうって思ってたんですよ。でそれも現物を目にしてで、近くから見ていて一歩ずつ下がっていって、そのピタッと自分の視力でさっき言ったみたいに、薄塗りで塗った部分と厚塗りでちょっとその上から盛り上げて描いてる部分と、厚塗りで描いてるところは絵の具の凸凹があるんで、例えば上からの照明が当たってたりすると、それが鋭く光を反射してその淡い色でもちょっと手前に出てくる感じがあるんですよね。で薄塗りで塗ってるところはそういう要素が弱いんで、やっぱりその弱いわけですよ、画面としては。同じようなコントラストの絵でその画集みたいなものに収録してしまうと1枚の絵の平面の中に、収まっちゃって差がわからないんだけど、現物の絵では、厚塗りしているところとそうじゃないところの差がすごく大きくて、でそれが近くで見てる時にはやっぱ筆跡が目立ちすぎちゃって意味をなしてないんですよ。だけどちょっとずつ離れていって自分の視力で見た時にコントラストが似てるんで、あるいはサイドとかが似てるんで、薄塗りの部分と厚塗りの部分が、混じり合うギリギリの場面、色的には混じり合っちゃってるんだけど、その絵の具の持っている凸凹感によってその厚塗りしている部分はちょっと、ディティールがあるような感じがするみたいな距離感に立って見た時に、水面に映ってるものとこの水面自体、水平の面とがコントラスト的には、あるいはその色のサイド的にはあんまり分離していないのに、その絵の具の
盛り上がり方によって人間のその目の画像の処理的には違うものに見えてるせいで、それが人間は水面の凸凹を見つつ水の反射も同時に見るじゃないですか。だけどその2つって焦点距離が違うんで、どっちかが見えてる時はどっちかが見えてないじゃないですか。その感じにすごく似てるんですよ。なので特に水面の絵を見た時にいいそのモネの距離みたいなものがあって、そこに立った時にものすごい立体感なんですよ。なんかぜひ見に行った時に体験してほしいものなんだけど、さっきも言ったけど、なんかトリックアートみたいに今までこの平面的に見えていたものが突然この奥行き感が出て立体物みたいにバッと見える。Apple Vision Pro とかまだ発売されてないし僕見たことないですけど、なんかVR ゴーグルとかをかけて立体に見えてる時みたいな感じのなんかね、不思議な立体感が出るんですよ。それがすごく面白くて、ぜひ現物がある時になんか見てほしいなと思って、なんかちょっとそんな話をしてみました。で、なんだろうね、なんでそんなことをモネ自身はできたのかなと思うんだけど、確か目が悪かったんですよね。じゃなかったかなと思うんだけど、ちゃんと調べてから喋れた話でね、近くで描いていてもきっと筆跡がすごく目立つ、特に後期の絵は画風で、本人的にはそれがぼやっと見えてしまっていて、それゆえに何て言うかな、さっき言ったみたいな絵の具の盛り方のちょっとした違いで目の焦点が合っているところと合ってないところみたいなのを、僕らが普通の例えば自分の漫画とかイラストとかの文法で、あるいは普通の絵の描き方でピントの合ってるところ合ってないところ、写真なんかもそうだけどはディテールがしっかり見えてる。でピントの合ってない部分はぼやっとしてる。あるいはピントが合ってる部分はコントラストが高い。ピントが外れてる部分とか空間的に奥に行ってるところはコントラストが淡い、あるいはサイドが低いみたいなことで物の立体感を出すじゃないですか。モネの場合はその部分の差はすごい少ないのに、絵の具の盛り方によってなんかちらっと見える光のエッジの立ち方みたいなものの差で、空間を表現してるんですよね。なんかそれは例えば僕も今老眼になってきてだいぶ視力落ちてるけど、でも僕の視力だとこの手を伸ばして絵を描いている時の感じではピントが合っちゃってるんで分かんないんですよ。もっと離れてみなきゃわからない。さっき言ったみたいにモネのその距離みたいなものがあって、それが3メートルとか5メートルとかもうちょっと離れる時もあるかな。なんか美術館によっては下がりきれなかったりしますけど、僕が見に行ったその上野の美術館でもその絵によっては置いてある場所によってはその後ろに下がりきれなくて、もうちょっと後ろから見たいなみたいなものもありましたけど、そのぐらい下がんなきゃ分かんないことで、もしかしたら描きながらすごい下がってチェックしながら描いてるのかもしれないけど、でも多分視力が悪くて今言ったみたいな現象がこの間近の距離でも分かるぐらいだから、僕も視力が落ちてきたんで、昔見た時よりもちょっと手前でそういうなんかモネ現象というか、急に絵が立体的に見えてくるみたいな場所が昔よりもちょっと手前になってる気がするんですよね。なんか10年ぐらい前にもモネ展1回見に行ったことがあって、その時はもっと下がらないと分かんなかったのが割と手前でも分かるような気がしたんでだったりするんで、目が悪いみたいなことって当然絵を描く中ではマイナスの要因だし、視力落ちていくの怖かったりするんだけど、なんかそういうものでさえ考えようによっては武器になるんだなっていうようなことをちょっと考えたりしました。あとやっぱり現物じゃないと出せない、何かがあるんだなと思って、改めて絵は面白いなと思いました。物販のコーナーとかあるいは図録売られてたりして見るんだけど、なんだろうな、印刷物になってる時は現物よりもコントラスト上げ気味に印刷されてるものが結構あったりして分からなくはないんだけど、さっき言ったみたいな淡いぼんやりしたものの中に、だからその霧の中に橋が見えてるみたいな絵とかもう分かんないじゃんみたいな感じなんだけど、でもある距離から見るとモワモワしたものが本当に空間になっていったりとか、近くで見た時にはすっごい雑な感じで筆でバシャバシャと灰色の雲のちょっとした濃淡みたいなのを描いてて、全然空間になってなくてなんか雑だなとしか見えなかったやつがちょっとこう下がっていくと、なんか同じ話繰り返しちゃうけど、突然自分の過去のある日の記憶を見せられてるみたいな、何かこういうデジャブみたいな、なんかこういう雲をどっかで見たことが現実の空間の中であるって思うような、なんかね体験が蘇って面白かったです。で逆に言うとApple Vision Pro とかはもしかするとそれに近いような経験ができるかもしれなくて、今 iPhone 15で写真をとか動画を撮ると空間ビデオとかそういう機能があって、
これは13ですけど、この2つのカメラを使って立体で動画を撮ってくれる機能があるんですよね。でそれで撮った動画を Apple Vision Pro ってこのもうすぐ出る Apple のそのゴーグル型のデバイスですけど、それで見ると本当に空間それはもう物理的にその2つのカメラを撮って視差を使って空間を出してるわけですけど、本当にその場にいる時みたいな臨場感が蘇ってくるらしいんですけど、それはちょっと楽しみであったり、その前にちょっと腐すような動画を出しちゃったことがあったけど、気になる部分もあったりするわけですけど、そういう最新のデバイスで人間のその視差を疑似的にその再現して立体感を出すみたいなものに近いことを、もうだいぶ昔の人が油絵で平面の一枚の絵の中でちょっとした絵の具の盛り上がってる部分のちらっと光るエッジの立った光みたいなものを使って空間感を出せていたりして、人間は面白いですねというようなことをちょっとこれ以上喋ると同じことをぐるぐると喋り出しちゃうと思うんでおしまいにしますけど、てなわけで、モネ展はすごく面白かったです。機会があったら是非見てみることをお勧めしますっていう、ちょっとした絵の話でした。はい、ありがとうございました。ではでは。